今日は世界で何食べよう。どうも、しょうごです。フエ、ベトナムで最初に世界遺産登録されたかつて王宮が栄えた町。日本でいうと京都みたいな位置づけ。今も古き良き時代の情緒が漂うが、やはりベトナム、交通量とクラクションの音は凄まじい。それでは思いっきり冒険ブログスタート。旅の資金残り894万円。フエはダナンより北にあって、だいたい2時間か3時間ぐらいかなで来れました。今からお腹減ったんで、春巻きが有名なお店に行ってこようと思います。いや、予約したのああいうやつ。うわ、運転も荒いわ。ああいうやつに俺ら置いてかれたんだよな。やっぱヨーロッパの方も来てるんだな。めっちゃおしゃれなバーもある。本日のお昼ご飯、マダム2到着。やっぱ賑わってんな。あ、観光客もいるってことだ。団体客か。団体客が食べた後だ。店内は清潔で、しかも屋内があるからエアコン効いて涼しい。笛結構暑いな。あ、オッケー。チリ。じゃあ、手もこれ俺で。美味しそう。面白いね。そう、ピーナッツソースね。そう、昨日のやつだ。うまい確定だよ、これは。テンション上がるわ。ごまだれをかけて食べるうどんみたいなの、いただきます。このごまだれうめえんだよな。かけてって言ったからもう全部バーっていっちゃおう。いただきます。うまっ。マジなごまだれ、シンプルごまだれ。さっぱりしてる。日本に食べたことあるのこの感じ。ライスヌードルにごまだから結構さっぱりしてるんだけど、この肉が焦げ目もついてて香ばしいから一緒に食べるとなおうまい。実はマダムフエで一番有名なのはこのボンブーフエなんだけど、若干味に独特な風味あるから、こっちのごまだれの方がおすすめ。そしてちゃっかり春巻き到着。絶対うまいぞこれは。春巻きも有名なんだよね。有名なんだよね、ここは。うまっ。絶対うまい。この春巻きサクサクでうまい。中身はつくねみたいな感じで、このつけだれに少しかつけるとなおうまい。頼んではないけど最後にデザートもついてた。良心的。マジでうまかった。最近ほんとベトナム来てからうまい飯しか食べてないわ。ごちそうさまです。今、フエで最も有名なフエ王宮の近くに来てるんだけど、そこまでの道めちゃくちゃ市民の憩いの場みたいな感じで、緑豊かな公園があるんだな。やばい、なんかめっちゃ迫ってきてる。あれワンチャン売り込みだと思う。うん、確かに。ワンチャン売り込みだぞ、あれ。あ、やっぱり売り込みだ。About, today is not, today is not. Now 1 hour. 1 hour. Yeah. Today is not. Okay, 1 hour river come back Whoa. finish city. Oh, okay. Yeah, 1 hour river come back finish city. Okay? You know how much? 100,000 dong. 1,000, Yeah. sorry, today no. So Now tomorrow. beautiful. Tomorrow run. Now the very nice. 100,000 dong. 王宮はかなり広くて、この川で囲まれてる感じになってるんだよね。フエ王宮まではこの橋を渡っていかなきゃいけなくて、20分ぐらいかかるみたい。いやー、フエ暑い。とりあえず歩いてきます。川は結構長いな。我孫子の手賀沼より長いわ。前も結構歩いてる人いるから、みんな結構歩いてるかもな。グラブ使おうか迷ったけど、まあ歩いてよかったわ。意外と橋の上は涼しい。風があって。よし、渡れるっぽい。にしても信号低い、この高さの信号初めてだぞ。いやー、フエはマジで暑い。ベトナム国旗がデカデカと掲げられてる。やっぱフエ王宮の中めちゃくちゃでかいな。多分まだ中に入れてなくて、さっき正門って言ったのは実際はただの入り口で、あっち側に見えてるやつが正門みたい。400
笛王朝の正門到着。確かに中国のイメージあるな。若干やっぱ中国の侵略受けてたこともあって中国っぽさが残ってる。ここで入り口でチケット出すのか。一人200万ドンだいたい20万ドンか。1200円だから結構高いよね。そんなのもないか。この人たちが着てるのはベトナムの民族衣装の青材。おお、キラキラして綺麗だよね。なんか若干京都の平安神宮に似てんな。平安神宮の黄色版みたいな感じ。まあ、寺とか神社とかってこんな感じなんだね、やっぱりどこの国も。お、なんか有名なのかな、椅子だ。ギンギラギンに光ってる椅子。あっち綺麗だ。おお、こんな感じなんだ。若干雑なんだよな。京都の寺院とかもっと完璧にさ、綺麗じゃん。でもやっぱ、ところどころ雑だよね。見ててめっちゃ綺麗って感じにならない。まあ、いい意味でなんか残してる感じもあるよね。そういうことで捉えてもいいよね。昔ながらを残してる感じ？こっち綺麗じゃん。ジブリ感ある、確かに。さすがだね。コメント力が違うわ。あ、ここなんか日本のさ、庭園みたいな感じでかなり整理されてて綺麗。てか、ここ多分相当広いぞ、この笛王宮。多分この左にある建物がメインなんじゃないって思ってます。やっぱ、お寺とか歩くの疲れるな。もう暑い、笛は。もうこの後にコーヒー屋さん行くんだけど、この塩コーヒーっていうのがめっちゃ有名で、もうそれのことしか考えられてない今。確かにちょっとワットアルンテイストだよね。タイのワットアルンテイスト。中はかなり綺麗だな。うん。テイストが可愛い。なんか若干フランステイスト。ベルサイユ宮殿とかこんな感じのイメージなんだけど。やっぱお寺とかよくわかんないからやめとくべきなんだろうな、来んの。やっと着いたカペムオみたいなところ。うお、楽しみだ。やっぱ現地の人がめちゃくちゃ飲んでるって噂あるけど、やっぱそうなんだな。本当なんだ。ここかな、多分。賑わってるもん。開放感あふれる店内。そして、ファンが回ってるから風回って涼しい。有名な塩コーヒー到着。いただきます。これ上結構熱くなってんだよね。多分こっからポタとコーヒーが落ちてるの。こうやって作るの。よし。じゃあ塩コーヒーいただいてみます。だいぶ塩だなこれ。めちゃくちゃ塩味強い。アイスを作るにはこの氷を入れるみたいなんで、氷を少しずつ入れて飲んでいくみたいな。だいぶ塩だな。コンデンツミルクが入ってるって言ったから結構甘いかと思ったけど、結構塩味強い。でも美味しいな。疲れを取れる感じがする。うまい。続々とさ、若者が来んじゃない？どんどんひっきりなしに来るね。男女関係なしに来る。やっぱ地元の人に圧倒的に支持されてるな、これ。でもほんと観光客来ても美味しいと思う、これ。ベトナム全体的にいるけど、ひっきりなしにバイク来るよね。ほんと、自転車とか乗らずにバイクめっちゃ乗ってんだろうな。ほらほらほら、何人乗りも関係なし。あら、すごい格好の人来た。あれ2人乗りだったんだ。かわいい。これだ、グラブ。うわ、めっちゃうるせえ。
これグラブ。よし。もう疲れたんでグラブで家まで帰ります。日も暗くなってきたということで、お腹が空いてきたので夜ご飯、クアンハーみたいなとこ行ってきます。かなり有名店で口コミ良かったんで絶対美味しいと思う。多分これあれじゃない。ここに乗っけてさ、移動してくれんじゃないの本当は。でも今だいぶ人が少ないから、自分たちが休んでるだけなんじゃない？あ、多分ここから出てくる人をさ、送ろうとしてんじゃない？日本でいうタクシーの運転手待ちなんじゃない？道が汚いな、臭いな。こんなとこにあるお店かな。あ、でもこれだ。クオンハー。お店自体は綺麗だね。本日の夜ご飯。クアンハー到着。めっちゃ人いるわ。Two people. Okay. Coming in. Thank you. 多分違うでしょ。お店の人じゃないし、あの人。絶対お客さんでしょ。あ、めっちゃ混んでる。Can I sit here? Two people. 黄色のおっちゃん、信じて中入ったらお前外で待っとくって言われたやないかい。バインセオいただきます。バインセオの作り方俺上手くなっちゃった。まず入れて、でこれを入れて、まあ風が強いからあれだけど、ちょっと辛みも欲しいから辛みを少し、そして肉をこうかぶせて、一回くるっと巻く。巻いた後にこのお肉をスポンって取ればいい。完璧。上手でしょ。生春巻き。美味しい。美味しいけどめっちゃ感動ってことはないの。美味しいんだけど全体的にね、今まで食べてきた店の方が美味しい。昨日食べたバインセオの方がうまいし、どこかな、多分ホーチミンで食べた生春巻きの方がうまくない？今日も美味しかった。ごちそうさまです。私たち美味しいとこ入りすぎたの。多分そうだと思う。こんなに並んでるよ。いいタイミングで入れたんだな。そこまでうまいかな。めっちゃうまいってわけじゃなかったけどな。まあ美味しかったけどね。今日も無事に宿に帰ってきました。お疲れ様です。ただいま。ベッドはかなり綺麗で、ファッションって書いてある。これは評価高いよ。めっちゃ綺麗。最低限の歯ブラシとか、あとはお水も完備されてます。バスルームも清潔感があるね。トイレも綺麗。そして、まあ、トイレとこのシャワーが近いのはまあって感じだけど、まあ綺麗だから OK。水圧は完璧。おはようございます。今日はクエイからハノイの大移動をするんですけど、その前にまずは朝食を済ませてこようと思います。朝調べていたハンバーガーのお店、路地裏にあるっぽいな。こんなとこにあるんだ。人気店のはずなんだよな。あ、いっぱい西洋の方いるわ。ここだ。よいしょ。店内は外の中があるんだけど、かなり綺麗で清潔。欧米の方がいっぱい来られてる印象のカフェ。Yes, thank you. Thank you. 確かに結構ボリューミーだ。思ってたのよりだいぶボリューミーなの来た。いただきます。どう？美味しい。感動するほど。あれ、多分壊れるの。めっちゃ美味しいですよ。その揚げたやつ。何パンここにあるの？です食べるの？うん、うまい。もう西洋風だね、完全に。うん。
ベーコンはカリカリで卵もふんだんに入っていて、そして何よりこのほうれん草のバター炒めがマジでうまい。思ったよりがっつりだったけど、久しぶりのハンバーガー美味しかった。ごちそうさまです。今日の夜は寝台列車だから食料を調達。ウィンマートンいっぱい売ってそうだな。いろいろ物色してみたけど、思ったより種類ないな。お菓子とかいっぱいあるから、まあお菓子とか買っとくか。とりあえずこれで足りるかどうかは不安だけど、とりあえず買っときます。いや、これ回転できるの？さすがベトナム流。グラブ読んで今からフエンの駅に向かって、そっからハノイに向かってきます。いやー、16時間ぐらいの大移動。初めての寝台列車乗ってきます。手つなげありがとう。